俺昔ね、UWF で東京ドームやってるじゃん。あの時チャンパ、アンジョの間のチャンパゲストニット。あれのミット打つことなんですよ。チャンパより全然重いよ。あ、本当ですか。チャンパよりも。なんかインパクトしてから急に、これが長いんですよね。こうじゃなくて、これが長いんだよね。なんかねちょっと横浜に道場出してるなんかうちの息子言うたよ、本当に。こんにちは、空手韓国です。今回は先日お届けしたこちら格闘王前田明さんとの対談後に前田さんにミットを持っていただいた際に使用したやり方さえ知れば誰でも威力が 1.5 倍簡単にミドルキックの威力を上げられる身体操作の方法をお届けします。今回ご紹介する体の使い方は道場で指導すると小学生でさえ1回の稽古で蹴りの威力が別人のように跳ね上がったりします。ミドルで相手のガードごと効かしたい、蹴り一発で相手をビビらせて試合を有利に進めたい、そんな方はぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。せっかくの機会なんで前田さんも惚れ込んだ小月さんの技術を今日はぜひ拝見できればと思っております。何やるの？何をやるんでしょうか。前田さん、例えばミットを持っていただいて、コウケツさんの蹴る打撃とか受けていただいていいですね。じゃあ、すみません、お願いします。お願いします、おお。なんかインパクトしてから伸びるね、なんかね。あ、そうですか。ガツンとくんで。全然いいよ。俺昔ね、UWF で東京ドームやってるじゃん。あの時チャンパ、アンジョの間のチャンパゲストニット。あれのミット打つことなんですよ。チャンパより全然重いよ。あ、本当ですか。チャンパより重い。なんか蹴っててこんなに重量感のあるミットは初めてです。チャンパ用の蹴るより重いですよ。全然。岩にミットが縛り付けてあるみたいな。で、当たった後なんかね、なんかこう、インパクトしてから急に、これが長いんですよね。こうじゃなくて、これが長いんだよね、なんかね。ちょっとそれ意識して今蹴ってました。あ、本当。あ、そういう蹴りがあるの。こう返すとか、真下に返すとか。どうやってやったの？ちょっとサッカーからパクった技なんですけど、サッカー？最初は、普通僕らが普段やってる回し蹴りってここを軸に、体を回して蹴るんで、多分普通の蹴りだとちょっといきます。そうだね。あ、これ普通の蹴りだね。これだと質量は普通のパーンで威力は別に低いわけじゃないですけど質量はなくてそれほどあれなんですけど、サッカーの選手でもここ軸にこう蹴る人と、蹴るときにこう蹴る人といるんですけど、これ使うことで、蹴るとき極端にやるとこうやって蹴るんですけど、こうすることで全部の体重がここに行くので、あ、本当。なんでこれもそれ考えなかったね、そういうこと。ちょっとサッカーの選手はこれ面白いなと思ってちょっと空手に使ってみようと思ってちょっといろいろやってみたら慣れてくると。じゃあこういうそれオリジナルこれはサッカーからパクりました。なんで最初は極端に最初は練習してたのが本当にサッカーのこの練習を始めてでそこからこう踏み込んで最初は大きくここからこうバーンという感じで体重がここに乗るように。ああ、だからね、もう衝撃の頂点がね長いんだよ。グーンっていってね。普通だったらこうやってパーン当たってもダーンダーンダーンってやるけど彼の場合はグーングーンって言ってるからね。これでちょっとずつ小さくてもこの体重移動が外から見ててもわからないように小さく体重移動できるようになるとほとんど同じ蹴りに見えるけど質量が違うみたいなことができたんです。ちょっと横浜に道場出してるなんかうちの息子言うたよ本当に。ありがとうございます。どうでしたか？今回は動画の中で大まかな蹴り方のコツだけはお伝えしているので今から見直した際に伝えきれていなかったなと反省した重要な技術のコツを一つだけ追加でお届けしたいと思います。
またせっかくなのでこの蹴りを実際の試合で使っている映像も後でお見せしますのでご期待ください。まず動画内でお伝えした通り、今回ご紹介したミドルキックは軸の上に重心を固定しないことでスピードを変えることなく蹴り自体の重量を上げることを可能にし、技の威力を飛躍的に上げています。例えると相手からすれば同じスピードで飛んでくる球がドッジボールの球からボーリングの球に変わるようなもので、ミットの持ち手に絶対同一人物が蹴っているとは思えないって言わせるくらい威力を変えることが可能です。この蹴りの時に動画内で伝え忘れてしまった重要なコツを今から一つだけお伝えします。それは中段回し蹴りを回転動作として捉えるのではなく、膝下を使った体当たり動作と捉えることです。どういうことかというと、回し蹴りを回転動作として捉えている人はどうしても回転の中心が軸足の上になってしまうため、ちょっとこれ上から見た図で、これ頭、これが体なんですが、軸足の上で回転してしまうとこのように軸の上で体が回転してしまいます。すると蹴りを行っている際のこちらの軸足の上にあるこの左半身の重量が蹴り足側にほとんど使えなくなってしまうんです。そこでコツとして体の外側に軸の中心を持ってきてしまいます。どういうことかというと、先ほど同様に上から見た図ですが、この軸をここではなく体の外に持ってきてしまい、ここを中心に体が振り回されたような形でこのような形になるようにします。僕のイメージとしてはこちら側を誰かに掴まれてブーンって振り回されて、この蹴り足をミットにぶつけられているようなイメージです。すると軸足が蹴り始めの時から蹴り終わりの時に向かって相手側に少しだけスライドするような形で重心移動します。すると軸足の重心の移動とともに自分の全体重が蹴り足に行き、体当たりのように全体重を乗せた蹴りにすることが可能になります。最初は大きくここからこうバーンという感じで体重がここに乗るようにまたこれの蹴りを行う際に最も多い失敗が、回転動作という概念が抜けずに軸足の上で回転しながら前に飛んでしまうパターンです。そうなってしまうと回転はここを中心に、このような回転プラス軸足の前の移動という形になってしまい、力のベクトルが前と回転でずれてしまいます。すると単に小さく前に飛んで蹴るキックになってしまい、威力が上がらないどころか重心が上に上がってしまい、非常に軸足を刈りやすい不安定な蹴りになってしまうので、これは気をつけてください。ちなみに先ほど動画の中で前田さんにお伝えしたように、練習する際は初めは大きく踏み込んでしっかりと移動した体重を足に乗せられる感覚を養った上で徐々に小さな動作で重心移動を行えるようにし、最終的には通常のミドルキックとほとんど変わらないフォームで重心移動を行えるようにすれば、相手からすれば単に異常にミドルキックの威力がやばい相手という印象になります。試合中でも踏み込み動作が使える場面では大きな踏み込みで蹴ることも可能です。せっかくなのでこのミドルを練習してよし使おうと思って挑んだ2014年に行われた全日本大会1回戦、僕の試合では珍しく分かりやすいくらいミドルを連発している映像がありますのでご覧ください。ちなみに動作を小さくしている場面でも軸足がわずかに浮いて重心が相手側に移動するので、そこに注目していただけると分かりやすいかなと思います。ではどうぞ。どうでしたか？マスターすればミドルを脇に締めてガードをする相手であればガードほど効かすことも可能で、相手に脅威を与える大きな武器になりますので、ぜひ取り入れてみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。
日頃このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。